西アジアに位置する国イスラエル。現在不安定な状況が続いていますが、皆さんはイスラエルがどんな国かご存知でしょうか。嘆きの壁があるエルサレムが有名ですが、街並みが美しく、街を散策するだけでも気持ちのいい国です。今回はそんなイスラエルを旅してきましたので、一緒に旅を楽しんでいきましょう。ということで、イスラエル到着ですね。はい、どうもこんです。ということで、今回はイスラエルにやってきました。今回はね、トランジットで13時間だけの滞在になるんですけど、皆さんにイスラエルの魅力をシェアしていきたいと思います。で、ちなみにね、今0泊3日で移動し続けてて、かなりね、疲労が溜まってるんですけど、なんとか動画撮っていきます。ちなみに今日もね、このまま泊まらずに日本に帰るんで、0泊4日っていうね、とんでもプランなんですけど、皆さんこれとんでもなく疲れるんで、真似しないでください。ということで、イスラエル旅行きます。とりあえずね、今からエルサレムに向かうんですけど、エルサレムに向かうバスでとりあえず現金が必要になってくるんで、空港で両替をしていきたいと思います。はい、ということで、両替してきました。1万円両替して234シケルだったんで、そんなに多分ね、レートは良くないですね。空港の両替屋さんなんで、こんなもんじゃないかなと。ということで、今からはね、バスで、エルサレムに向かいたいと思います。地上界に来たらね、あるっぽいですね。バストゥエルサレムって書いてあるんで、これに乗っていきますか。ここ書いてますね。2階じゃなくて、到着口出たとこの階に485番が今は到着するみたいです。なんかね、イスラエルは割とその英語表記が少なくて結構迷いますね。はい、ということでね、バス1時間半ぐらい待ってるんですけど、一切来ないんで、ちょっと聞きに行きます。おかしすぎるさすがに。I wait a bus to Jerusalem for 1 hour and a half. No bus for Jerusalem. Only train. No bus? No bus, only train. いや、マジでね、嘘やろって感じなんですけど、バスないらしいです俺の1時間半は何だったんだ。ということで、電車のチケットを買いました。電車のチケットが18シュケルですね。いやー、ということでようやく電車来ましたね。これでエルサレムに向かうことができます。いや、ということでエルサレム着きましたね。意外とテルアビブから近い、40分ぐらいで着きましたね。ただここからもう一回乗り換えてトラムで旧市街の方まで向かうんで、トータルで1時間ぐらいはやっぱりかかってきますね。意外とね、イスラエルの街並み都会ですね。全然想像してたのと違った。さあ、ということで旧市街に到着しましたね。ここはね、もう旧市街全体が世界遺産として登録されている場所になります。いや、街並みすごいね。自分意外とね、こういう系の国はまだ来たことがなかったんで、めちゃくちゃ感激しております。今自分が歩いているのはビアドロローサストリートっていう場所なんですけど、イエス・キリストが、最後に歩いたとされている場所ですね。かなり神聖な場所になってます。旧市街歩いてと思ったんですけど、こんな感じにね、なんかセキュリティカメラがね、街の至る場所にあって、かなりセキュリティは管理されてますね。ということで、もう少しね、先に進んだところに嘆きの壁があるので、壁に向かいたいと思います。ということで、ついに嘆きの壁に来ることができました。ユダヤ教徒の方にとって、最も神聖な場所ですね。紀元前20年に建てられた建物なんですけど、今でも残っているのがこの嘆きの壁になります。当時の神殿の西の壁なんですけど、なので海外では西の壁と呼ばれてますね。いやー、ということですごい場所でしたね。世界中から巡礼者が来るっていうのも分かりますね。
西の壁のすぐそばはこんな感じで、お土産屋さんになってますね。観光客の人もねかなり多いということで、こういう売店もね増えだしたのかなと。ということで次はね聖墳墓教会っていうところに行きたいと思います。イエス・キリストが埋葬されているとされている場所ですね。聖墳墓教会はキリストの墓とされる場所に立つ教会堂で、イエスが十字架に貼り付けにされたゴルゴタの丘はこの場所にあったとされています。エルサレムは2度のユダヤ戦争によって全て破壊されているので、実際にゴルゴタがあった場所は分からなくなっていますが、326年頃、聖遺物がこの場所で発見されたとされ、ゴルゴタがこの場所であると推定されています。ここら辺は結構いろいろ食品が売ってていいですね。なんか食べていこうかな。How much? 10 shekel。マンゴー、ストロベリー、バナナ、レモンメント、オランジュース。ということで、ここで買いました。10シュケル。めっちゃ甘くて美味しい。多分これ 100% ですね。美味しかったけど、10シュケルって400円近くするんか。結構高いな。観光地価格ですね。ということで、今ね、10時過ぎぐらいなんですけど、あと使える時間が6時間半ぐらいかな。戻る時間と、あと結構ね、セキュリティチェック厳しい航空会社なんで、3時間前には着いとかないと危ないんですよね。なのであと6時間ちょっとね、ここら辺探索していきます。なんか地元の人が使ってるっぽいマーケットが出てきましたね。観光客が全然いない。そろそろね、お腹も空いてきたんですよね。このお店女性しかいないのってなんか理由があるんかな。なんか宗教的な理由がありそう。ここら辺は女性の衣服通り。いや、完全に地元の人が使ってるとこっすね、これ。なんかね、西の壁に行く時もそうだったんですけど、今日ってすごいピンポイントで、ムスリムの祝日なんですよね。でちょっといろいろ行けない場所が多くて、もしかしたら岩のドームは行けないかもしれないですね。いや、この地元のマーケット感いいですね。旧市街って基本的には観光地なんですけど、旧市街に住んでる人もねかなり多いということで、こういった地元の方向けのマーケットも割とね大きいですね。基本的にめちゃくちゃ暑いからみんな休憩しながらですね。俺もそろそろ暑さと足が限界に近いんで、ちょっとお昼ご飯屋さん探しますか。ということで今回はこちらイスラエル料理のお店リナレストランに行ってみました。中東の料理は食べたことがないのですが、今回は代表的な料理フムスを試してみました。フムスとサラダで合計32シュケル、日本円で約1350円です。生き返るこっちがアラビックサラダかな。トマトとキュウリがメインですね。言うことなしトマトとキュウリです。全然まずくはない。普通に食べれますね。普通に美味しい。なんかこれはね、パンをちぎってナンみたいにつけて食べるみたいです。ということで食べていきます。なんだこれは。食べたことない味で混乱中ですね。これ単体で食べてみよう。なんだろうねこれ。多分ね、じゃがいもとコーンとでなんかドレッシングっぽい味のやつが上にかかってて、ただ下はオリーブオイル。なんかすごい独特な味で食べたことない味ですね。これは相当好き嫌いが分かれるかもしれない。もう一回チャレンジしてみよう。
いや、めちゃくちゃ独特。これは自分は合わんかもしれんな。ちなみにフムスは茹でたひよこ豆をペースト状にした食べ物で、ザラザラヌメヌメな食感がかなり独特な中東地域の料理です。正直好き嫌いはかなり分かれると思います。正直ね、自分には全然合わなかったですけど、評判はねめちゃくちゃいいお店なので、フムスが好きな人は多分気に入ると思います。フムス自分食べるの初めてだったんですけど、なんだろうな、バラなしで食べたインド料理もそうだったんですけど、ネチョネチョした酸っぱいやつがちょっと苦手かもしれないですね。フムスはダメでした、自分は。ということで、この旧市街はねもう探索したので、また別のところに向かいたいと思います。はい、どうも。ということで、まだねちょっと時間があるんで、今からヤッファ旧市街っていうところに行っていきたいと思います。はい、ということでヤッファ旧市街到着ですね。いや、観光客がめちゃくちゃ多い。人気ありそうだな、ここはやっぱり。ヤッファはね、紀元前からあるアラブの古代都市で、エルサレムの旧市街と同じくめちゃくちゃ古い歴史がある街並みになってます。ということで、ね、残り時間あと1時間半ぐらいなんで、あとはもうここで時間を潰していくような感じになりますね。どこを見てもね、建物が石造りなんですよね。いや、旧市街もいいけど、旧市街の隣のねビーチもめちゃくちゃ綺麗ですよ。あ、これはすごいね。海の色がめちゃくちゃ綺麗だわ。いや、さすがにこれは観光地として人気な理由が分かりますね。めちゃくちゃ綺麗。旧市街をねのんびり歩こうと思ったんですけど、いや、このビーチ見つけちゃったらそらこっち来るよね。旧市街はね、エルサレム旧市街の方をね堪能したんで、こっちではビーチを堪能しましょう。ということで、イスラエル編いかがだったでしょうか。今回は13時間のトランジットでの滞在だったのでバタバタでしたが、またいつか行ってみたいと思います。このチャンネルでは海外に関する情報を発信していますので、よければ最後にチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。